ハンムラビ法典の成立背景。ハンムラビ王は、彼の統治下での秩序と正義を確立するために、ハンムラビ法典を制定しました。この法典は、統一された法規によって、異なる地域や人々が公平に扱われることを保障するためのものでした。バビロン帝国は、多様な民族と文化が混在する複雑な社会でした。ハンムラビ王は、異なる法律や慣習が混在することで生じる不公平や混乱を解消する必要がありました。この法典により、王の権威が強化され、社会全体の秩序が保たれることを目指したのです。ハンムラビ法典は約282の法条から成り立っており、それぞれが具体的な日常の問題に対処する内容となっています。例えば、盗みや傷害、家族法、土地や商取引に関する法律があり、それぞれに対する具体的な罰則が設けられていました。したがって、ハンムラビ法典の制定は、バビロン帝国における統治の正当性を示すとともに、公平な法の適用を通じて、社会的な安定と発展を促進する試みであったと言えるでしょう。これは、現代においても、法の支配の重要性を思い起こさせる教訓となります。私たちは、法典が古代の人々にどのように影響を与えたかを通じて、法の公正な役割と社会における、その重要性を学び取ることができます。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。目には目をの原則の意味と重要性。目には目をという原則は、ハンムラビ法典の最も有名な部分であり、原則的には、犯罪者に対して行われた行為と、等価の報復を認めることで知られています。これは、正義と報復の基本的な概念を法制化したものです。この原則は、社会秩序の維持と犯罪抑止のために重要でした。等価の報復は、個人が私的復讐に走ることなく、社会全体として認められた形で、公正が行われることを保証します。これにより、過剰な暴力や復讐の連鎖を防ぎつつ、被害者に対する公正な補償を保証する仕組みとなっていました。例えば、法典第196条では、人が人を傷つけた場合、その傷と同じ傷を受けると定められています。このような直接的で分かりやすい報復法は、当時の人々にとっては、非常に明確な抑止力となり、公平な裁判を促進する助けとなりました。したがって、目には目をの原則は、古代法の中でも特に影響力が大きく、その直接性と平等性が、古代バビロン社会の法的道徳的枠組みを形成する基礎となりました。現代の法制度にも、この原則から学べる点は多いですね。法典の構成と主要な法律。ハンムラビ法典は、その構成と条文の詳細において、古代法の典型的な例を提供しています。この法典は多岐にわたる社会生活の側面を規範化し、それぞれの法律が特定の社会的ニーズに応じて設計されています。法典は、家族法、刑法、土地法、商法など、異なるカテゴリーに分けられており、各条文は、その領域の具体的な問題に対処しています。このように分類することで、法の適用が明確になり、裁判の一貫性と予測可能性が向上しました。法典の中で、家族法には婚姻、離婚、相続に関する規定が含まれており、商法では契約、貸借、負債の規定が設けられています。例えば、法典第229条では、建築家が建造物の建設に失敗し、その結果、建造物が崩壊して人が死亡した場合、建築家も死刑に処されると規定されています。これにより、専門職の責任と品質が厳しく問われました。ハンムラビ法典の各条文は、当時の社会法典が解決した家族問題の事例。ハンムラビ法典は、家族内の複雑な問題、特に遺産分割や婚姻離婚に関する問題に対する明確なガイドラインを提供しました。これにより、家族間の紛争を公正かつ効率的に解決するための法的枠組みが確立されたのです。家族は古代バビロン社会の基本単位として、その安定が非常に重要視されました。法典による明確な規定は、遺産分割や婚姻生活の不一致が生じた際の争いを最小限に抑え、社会全体の秩序維持に寄与しました。例えば、法典第170条では、もし男性が妻に対して、君は私の妻ではないと言った場合、その女性は家を去ることができると規定されています。また、
第138条では、遺産を子どもたちに均等に分配する方法が規定されており、これにより、遺産争いを公平に解決するための基準が設けられていました。このようにハンムラビ法典は、家族内の問題に対処するための詳細なルールを提供し、それがどのように古代バビロンの社会秩序と個人の生活の質の向上に寄与したかを示しています。これらの法規は、家族の権利と義務に関する現代の法的観念にも影響を与えるものです。犯罪と刑罰の事例。ハンムラビ法典は、犯罪行為に対して具体的かつ厳格な刑罰を定め、社会秩序の維持と公正な裁判の実施を保障していました。法典による厳しい罰則は、犯罪抑止の明確なメッセージとして機能し、社会全体の安全と正義を守るためのものでした。これにより、犯罪者が法と社会規範から逸脱することへのリスクが高まり、一般市民はより保護されました。盗みや詐欺に対する罰則は特に厳しく、法典第22条では、もし誰かが夜間に盗みを行った場合、その者は死刑に処されるとされています。また、重罪に対しては、例えば、法典第153条では、もし男性が婚約中の女性を誘惑した場合、その男性は死刑にされると規定されていました。これらの例からわかるように、ハンムラビ法典の犯罪と刑罰に関する条項は厳格でありながらも、その時代の社会的道徳的価値観を反映したものであり、現代の法律における犯罪抑止と公正な裁判の基礎となる考え方に影響を与えています。商取引に関する規定の適用。ハンムラビ法典における商取引の規定は、公正な取引を促進し、経済活動における不正を防ぐためのものでした。これにより、古代バビロンの商業が安定し、成長を遂げることが可能となりました。商取引において信頼と公正は極めて重要です。法典による明確な規則は、商人たちが平等な条件で競争し、消費者が不正行為から保護されることを保障するためのものでした。法典第104条では、もし誰かが銀を貸し出し、その取引において欺きがあった場合、その商人は、その額の倍の金額を支払うとされています。また、契約違反があった場合には、法典第48条により、違反した商人は、契約金額の12倍の賠償を支払うと規定されていました。これらの規定は、商取引の公正性と透明性を保つために重要であり、古代バビロンでの商業繁栄の基盤を築いたと言えます。現代の商取引法にも、これらの原則が反映されていることは、古代法の影響の大きさを物語っています。古代から学ぶ法の普遍性。ハンムラビ法典は、法の普遍性という観点から重要な教訓を現代社会に提供しています。この法典は基本的な法理念を具体化し、時代を超えた正義の追求を示しています。法典は、古代社会の複雑さと多様性を管理するために作られましたが、その基本原則は今日の多くの法体系で引き続き重視されています。公正、均等、報復の原則は現代の法制度においても中核的な価値です。例えば、ハンムラビ法典の目には目をという原則は、現代の多くの法体系における比例原則の先駆けとみなすことができます。この法理は、刑罰が犯された犯罪に対して適切であるべきという現代法の基本を形成しています。したがって、ハンムラビ法典の教訓は、現代法制度が直面する課題に対して有用な洞察を提供し、法の基本原則がいかに普遍的であるかを示しています。これは法の進化における継続的な対話の一環です。ハンムラビ法典の文化的遺産。ハンムラビ法典は、法学だけでなく、広範な文化的遺産としても、その価値を持ちます。この法典は後世の文化に多大な影響を与え、現代の法学研究においても重要なインスピレーションの源となっています。法典は古代バビロンの社会的、政治的、経済的な文脈を映し出す重要な文献であり、文化的なアイデンティティや伝統の形成に貢献しました。これらの文書は古代の人々の価値観や思考を理解する窓口として機能します。法典の条文が含まれる石碑は美術としての価値も高く、その彫刻と文言は多くの美術館や学術講義で研究されています。また、古代の法律に基づく研究は、現代の法律制定や理論の発展に影響を与える新たな視点を提供しています。このようにハンムラビ法典は、法学の分野を超えて広範な文化的意義を持ち、
その教訓は、今日に至るまで多くの学問的探求のもととなっています。法典の現代への再評価。ハンムラビ法典の現代法との比較研究は、古代法典の現代的解釈と応用に新たな光を投げかけています。この再評価は、法の進化と適用の過程を理解するための貴重な手がかりを提供します。古代の法律を現代の法体系と比較することで、法の普遍的な要素と時代に応じた適用の様式を探ることができます。これは、法律がいかに社会の変化に対応し、発展してきたかを示すものです。現代の法律制度においても、ハンムラビ法典の原則がどのように進化し、取り入れられているかを分析することは、法制度の発展に対する深い理解を促します。例えば、法典に見られる責任と結果の明確な連関は、現代の契約法や刑法においても重要な原則として受け継がれています。ハンムラビ法典の再評価は、現代法との対話を通じて、法の進化を理解し、未来の法制度設計に対する洞察を深めることに寄与しています。これは、古代と現代の架け橋として、法典が持つ独特の価値を示しています。